それで終わらないのがこの YouTube なんですよ。これはでもやっぱりなんだかんだ言うてロセッティの最高傑作なんですよ。ダンテ・ゲブリエル・ロセッティの「ベアタ・ベアトリクス」ですね。これ以前やりましたね、はい、ジョン・エバレット・ミレーの「オフィーリア」のモデルになった人、はい、モデルの人がロセッティのこの絵のモデルと同じ人だよっていう話をしましたよね。この人がすごいひどい目にあったっていう話を前お伺いしたんですけど、どんな目にあったのか聞きたいです。この女性はエリザベス・シダルっていう人なんですよ。はい、1829年かなに、ロンドンの、労働者階級の生まれなんですよ。お父さんはナイフとかフォークとか作る仕事やってたらしいんだけれども、当時の労働者階級の子供だから学校行かなかったんだけども、読み書きはできた。子供の頃から文学とか美術とかが好きで詩を書いたり絵を描いたりしてるタイプの子だった。だけども働かなきゃいけないっていうんでアパレルのお店に勤めるわけだよ。そしたらそこに彼女が20歳の時に、正確にはラファエル全般の取り巻きだね、美術学校のウォルター・デベレルっていう人がいるんだけど、その人のお父さんがそこへ客に来て、なんか話してるうちに絵に興味があるのか、うちの息子も絵描いとるんだみたいなことになってね、最初にそのウォルター・デベレルのモデルをやるようになるわけだよ。そっからラファエル全般の仲間たちに「いやあの子いいね」みたいなことになって、いわゆるミューズになってみんなのモデルをやったりしながら彼女自身も絵描いたりとかっていうのが始まるんだけれども、1852年彼女が23歳の時にこのミレーのオフィーリアのモデルやってリアリズムやって風呂に沈められて肺炎になって、通称リジーっていうんだけど、リージーのお父さん怒ってミレーから治療費取ったっていう話があるんだけども、その後このラファエル全般のこのミレーがなんていうのかな、実力部門のリーダーだったら能書き部門のリーダーがいるわけだよ、スポークスマン的な。それがダンテ・ゲイブリエル・ロセッティっていう人なんだけど、その人と同棲を始めるわけ。このダンテ・ゲイブリエル・ロセッティっていう人がどういうやつかっていうと、写真こちらですよ。ジョン・ラスキンとも仲のいいルイス・キャロルが撮った写真なんですけども、俺ちょっと悪そうじゃないですかみたいな感じ。そんなことないですか？この人はダンテ・ゲブリエル・ロセッティっていうぐらいで、お父さんがイタリアの人で、そのまさにダンテの研究家なんだよ。ダンテ・アリギエリというイタリアの中世からルネサンスの端境期に新曲という、そのダンテのお父さんが研究家だったの。だから息子にダンテっていう名前つけたんですよ。イギリスのロンドン大学でそのダンテとかイタリア文学を教えてたの。だからこの人はロンドンで生まれて育ったんだけど、これが確かね30いくつぐらいの時なんだよ。19歳の時に描いた自画像だとこんな感じなんですけど、どうですか？なんか持ってそうですね。これだいぶ持ってるんだけど、イタリア系でちょっとイケメンで、年取ってくるとこうちょい悪入ってきてという、そういう人なんですよ。この人は兄弟が全員アーティストなんだよね。これがロセッティ兄弟なんですけど、これもルイス・キャロルが撮った写真なんだけど、これダンテ・ゲブリエルでしょ。多分こっちが妹でクリスティナ・ジョージナ・ロセッティっていう人がいるんだけど、これ有名な詩人なんだよ。この人の詩で結構好きなんだよ。で多分こっちがもう一人だと思うんだけど、マリア・フランチェスカっていう人で、この人は作家で、これ弟なんだよ。ウィリアム・マイケルっつって、この人は美術評論家でラファエル全般の初期面の一人なんだよ。兄弟全員芸術家っていう、そういう芸術家一家なんでね。ダンテ・ゲブリエルも絵描くだけじゃなくて、実は詩も書く。俺に言わせりゃ詩の方がうまいぐらいの人なんだよ。ただ美術アカデミーに入って1848年にミレーやなんかと一緒にラファエル全般兄弟団を結成するわけですよ。ロセッティがその時代に描いた絵は例えばこんな絵なんだよね。どうですかこれ。これマリアの少女時代っていうタイトルの絵なんですよ。これマリア様のお母様のアンナ様、刺繍かなんか教えてるっていう、そういう絵ですけど、この人とどっちがうまいって話になると、もう圧倒的に画力はこの人の方が上なんですよ。エースはこの人なんですよ。だけどこの人はほら詩人だから言葉を操るのが巧みだし、文章はうまいし口もうまいから、グループのリーダーとしてスポークスマン的な役割はこのダンテ・ゲブリエルが務めていくようになってくるわけだよね。
で詩人で綺麗な言葉を言って口がうまくて若い頃はこんな感じだとどうなる？モテる。そうだからみんなのおたさの姫だったこの人も結局一緒に暮らすようになったわけですよ。ロセッティも彼女をモデルに絵を描くようになっていくわけですよ。いっぱいあるんだけど、例えばこんなね、ロセッティはだから自分の名前がダンテだから自分がもうダンテの生まれ変わりだという設定なんだよだからダンテのその新曲の話だとかイギリスの中世の朝を伝説とかそういうのをよくテーマにするんだけれども、素描もいっぱい残してるんだよね。当初ラブラブではあったんだよ。リジこの女性の方ももともとほら自分も詩も描きたければ絵も描きたい人じゃない、でゲブリエル・ロセッティは両方いける人だからその指導を受けて絵を本格的に描き始めるのね。結構いい絵を彼女も残してるんですよ。例えばこれはリジーが描いた絵、これどうですか？エリザベス・シッダルが描いた絵ですよ。レディ・クレアっていう絵ですけど反応ないねまあ和田はピンとこなかったかもしれないけどジョン・ラスキン先生はいいと。ラスキン先生はリジーの絵認めてくれたんですよ。描いたやつ年間150ポンドで全部買うたるでラスキンが支援してくれて、でこんな感じで同棲生活が始まったんですけど、先ほど和田さんがモテると言ったこういう人はどうしますか？浮気。そうですよ、ね、こういう人は釣った魚に餌は与えないじゃないですかまあ早速浮気をするわけですよ。中でもですねこの人ね、最初はもう絵のモデルをするとこから始まったんだけどファニー・コンフォースっていう名前、この人と浮気をするわけですよ。でちょっとこの人リジーとタイプ違うんですよ。この人痩せたアンニュイな感じのあれなんですけど、この人ちょっとふくよかで肉感的な人なんですよ。でそういうタイプの絵のモデルには必ずこの人なんですよ。これでボッカ・バチアータって言って接吻された唇っていう意味かな。こういう肉感的な女性を描くときは必ずこのファニー・コンフォースをモデルにしてて、でこの人とよろしくなっちゃったということですよね。さらにロセッティなかなか絵で目が出なくてですね、知り合いのつてをたどってオックスフォード大学の談話室みたいな、今図書室みたいになってるのかな、そこに壁画を描く仕事をもらうんですよ。それでオックスフォードに行くんですよ。そこで出会ったのが当時学生だったウィリアム・モリスとかエドワード・バーン・ジョーンズなのね。その若い学生2人がロセッティさんだってロセッティさんリスペクトになっちゃって壁画の仕事手伝ったりして、まあ、第2期ラファエル全派って呼ばれる運動が始まるんだけれども、もうロセッティその頃が人生で一番幸せだったって書いてるんで、みんながよいしょしてくれるしでしかもそこでまたいい人を見つけちゃうんだよ。それがいっぱい絵があるけど、例えばこれの絵のモデルになったこの人ジェーン・バーデンっていう人で、オックスフォードの馬蹄さんっていう馬の世話をするようなやっぱり貧しい家の娘だったんだけど、ロセッティたちが見つけて「いた!」って「ヒールズだ!」って言って目をつけて、それでわしらのモデルにならんかって言って連れてきて愛してたんですよ。でこの人はしたたかな人なんですよ。なんでこの絵選んだかっていうと、これパンドラなんだよね。パンドラは知ってますか？ギリシャ神話のパンドラの箱ですか？パンドラの箱を開くとどういうことが？わかんないです。開くとあらゆる厄災がそこから出てくるんだよ。この箱を開くと大変なことになるんだよ。この人はそのしたたかさの片鱗を出してですよ。みんなほらロセッティロセッティって言ってるんだけど、この人はウィリアム・モリスに目つけるんですよ。なぜかというとその仲間の中でウィリアム・モリスが一番金持ちのボンボンなんですよ。ウィリアム・モリスが一番言うこと聞いてくれそうな人なんですよ。一番いい人なんですよウィリアム・モリスが。いい人な上にお金がある上流階級のボンボン、そっちとさっと結婚したんですよ。だからイケメンショックですよ。おいおいみたいなだってあなた彼女と同棲してるじゃないみたいな話ですよ、この人に言わせや。であんましお金もないしみたいな。それでようやくイケメンも、まあ、年貢を納めたって言ったらひどいけど同棲8年目にしてようやくこの人と結婚
するんですよ。やっぱりそういう時には詩人だから演出しますよ。盛り上げますよ。こんな絵を描いて送りますよ。ここにレギーナ・コルディウムって書いて、これラテン語ですけども、心の女王、私の心の女王みたいな、そういうことを言うんですよ。ね、だからそういうことを平気で言う人にはやっぱり気をつけた方がいいと思うよ。確かに。この絵の不思議なのは花、パンジー持ってんですよ。この頃のビクトリア朝のイギリスでパンジーの花言葉って切ない思い出とかそういう思い出なんだよ。描くとしたら亡くなった人を描いたりする時に添える花、結婚式に描く花じゃないんだよ。なんでそんな不吉なものを描くんだって話なんだけど、分かんないんだけど、実際不吉なことになっていくんだよ。ようやく結婚したんだけど、もうそれまでにこの人は散々ロセッティの浮気で結構病んじゃってメンタルやられてて、で結婚した次の年61年に女の子を産むんだけど、それが死産になっちゃうのよ。それでもう完全にメンタルきちゃって、産後うつも入ってアヘンチンキっていうのを使い始めるんだよ。簡単に言えば麻薬だよ。それで中毒になっちゃってオーバードーズで、その次の年1862年に32歳で亡くなっちゃうの。まあそのオーバードーズでっていうんだけど、これは自殺説がすごく言われてて、で遺書もあったっていう説があるんだよ。弟さんがちょっと知的障害のある人で、その弟のことよろしくって書いた遺書があったと。だけどロセッティがそれを見つけて、この人たちカトリックだからカトリック自殺すると教会でお葬式あげてもらえないんだよ昔は。それでこれだとお葬式あげてもらえないからっつって、まあロセッティがそれ処分してという説があります。もう証拠残ってないから分かんないんだけどね。とにかくそのぐらい病んで追い詰められて、まあ麻薬中毒になるぐらいやっちゃって、そのオーバードーズで32歳の若さで亡くなっちゃったんだよ。ひどい目に遭ってるでしょ。それでさすがにイケメンも反省したですよ。これはかわいそうなことしたっつって、それで自分がそれまでに書き溜めていた詩を封印してね、君と共に埋葬するって言ってリージーの棺桶に入れて彼女を埋葬して、それで鎮魂のための作品として書き始めたのがこれなんですよ。亡くなった時に自分がほらダンテの生まれ変わりだって設定になってるでしょロセッティ。その新曲っていうのはね、ダンテがね昔ものすごく愛した永遠の少女ベアトリーチェっていうのがいるんだよ。でそれが亡くなっちゃうんだよ、若くして。ダンテはもうなんとかその人に会いたい会いたいって思ってるんだよ。ある時その昔の詩人にこう連れられて地獄にこう降りていく。地獄巡りして地獄から煉獄からだんだん上がってって、もうすぐ天国に行くっていうところでベアトリーチェが天国から迎えに来て、2人で天国で再会するっていう、それが新曲の話なんだよ。だからリージーは自分にとってのベアトリーチェであると。だからここダンテいるんだよね、うっすらね。これベアタ・ベアトリクスだろ。これ意味は美しきベアトリクス、要するにベアトリーチェのことなんだよ。ここケシの花、ケシの花前オフィリアでも出てきたけど、死とか安息の象徴で、同時にこの人アヘンチンキで死んでんじゃない。アヘンチンキの材料でもあるケシの花で、鳩。鳩はもう西洋の絵画では愛の象徴ね、つがいが仲いいから。それからもちろんもう一つなんだっけ、鳩の何の象徴だっけ、平和。そうそう、愛と平和。この日時計は時間がベートリーチェが亡くなった時間を指しているとかいろんな説があるんだけど、日時計は永遠に回るから、まあ、永遠を表しているとも言えるんですね。これは天使ですよ。こういう信仰の作品としてこの作品を書き始めたわけですよ。ここまでだったらいい話じゃないですか。まあやっとイケメンもね反省したかと、こんな素晴らしい作品を残したかと、いい話じゃないですか。それで終わらないのがこのダンテ・ゲブリエル・ロセッティなんですよ。それで終わらないのがこの YouTube なんですよ。俺もいい話で終わらせたいんだよ、いつも。いい話で終わらせたいのにいい話で終わらせてくれないんだよね。だってさ、結婚した時もさ、心の女王とか言ってた、下の根も乾かぬうちにさ、浮気するような人ですよ。
ただもう君と共にね全てのあれを封印するとかっつってねベアトリーチェよ安らかに眠れとか言っててもね1年も持たないんですよ。しかもロセッティがリジーと結婚した頃このメインの浮気相手のファニー・コンフォ、この人も他の人と結婚してるんだよ。で人妻になってたんだよ。だけどリジーが亡くなったらこの人また探偵のとこ来ちゃうんだよ。でなんかもう家に入り込んじゃってもう我が物顔であれしだしちゃう。一方このウィリアム・モリスの奥さんになってたこのジェーン・バーデン、今やジェーン・モリス、この人にもまだ執着してるんですよ。それどころかこれが一番引くとこだと思うんだけど「君と共に封印する」って言った埋めた詩、あれ結構いい作品あったよなが出てきちゃって、7年後それも自分でじゃなくて友達に頼んでリジーの墓掘り起こして出してくんですよ。それで出版しちゃうの。1870年にダンテ・ゲブリエル・ロセッティ詩集で、その年にこれも完成すんの。どういうことだってどっちやねんみたいな。ひどいでしょ。俺もその墓掘り起こす話は本当引くんだもう一回書けようと思うんだよだったらねえ、そんな人なんですよ。でこれ完成して、これはでもやっぱりなんだかんだ言うてロセッティの最高傑作なんですよ。当時もすごく評価されたんですよ。ロンドンのテート・ブリテンにあるんだけども、実はバージョンがいっぱいあるんだよ。5、6種類あるんだよ。いろんな人に頼まれたんで、だからあれ書いてくれみたいな。で一つだけ有名なとこ紹介すると、この2連バージョンっていうのがあるんだよね。下にほら天国で会うダンテとベアトリーチェの絵もついたこういうバージョンもあるんですよ。だから結局リジーのおかげでこういう最高傑作の一つを書くことができたのに、墓場いて詩集出したりとかそんなことしてるんですよ。ひどいこの人。神様はねちゃんと見てますよ。例のあの方ですよ、パンドラ。この人が敵取ってくれますよ。この人は本物の魔性の女なんだよ。自分の意志を持った俺、これが本当の魔性の女だと思うんだよ。世間の言ってる魔性の女のほとんどって男が勝手にそうしてるだけなんだよ。エリザベス・シッダー、リジーだってさ、普通に絵とか詩が好きないい子なんだよ。それに比べてこの人は本当にすごいんだよ。自分の意思でやっていく人なんだよ。これまた1時間ぐらいになっちゃうからこの回また次にこの人はこの人でお話ししていきたいと思いますよ。ちゃんとこの人が敵取ってくれますよ。でこの人ボロボロになって死にますよそれはまた次の機会のお楽しみにということで、どんなひどい目にあったかっていうと、浮気で散々悩まされたり子供が亡くなっちゃったりして辛い目にあって、死んだ後まで墓暴かれて詩集出版されちゃって、自分の鎮魂とか言いながらそれで結構金稼がれちゃってひどい目にあったエリザベス・シッダール。でも本当は画家として頑張っていきたかったんだよ。悪い男に引っかかっちゃったっていうことですね。和田さんも気をつけてくださいっていうことです。